はい、行きます。お願いします。はい。それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロと申します。よろしくお願いします。ですね。はい。ですね。しめじさんいつもありがとうございます。あれしめじさんは今日はお酒飲んでる日じゃないです。大丈夫ですか？もうすぐ眠くなったら休んでくださいね。ありがとうございます。で、ちょっともしかしたら扇風機をまたちょっとファンを流してるので、音とかがなんか悪かったらまたよかったら教えてください。すいません。なんか暑くなってきて昨日もファンを流してたんですけど、マイクに、なんていうんですか、風が行ってしまったりとかして、ちょっと、音がおかしかったりしたみたいです。すいませんね、なんか。今飲んでるんですね。はい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 。いいですね。はい。それじゃあちょっとまた音声の方を気にしながらっていう感じでやりたいと思うんですけども。まあ、今日は本当にしめじさんも飲みながら最初聞いてください。もう、ね、僕今、YouTube 出してますけど、これ最初ちょっと見ていいです？完全試合ですよ。佐々木の。はい。これちょっと見たくて、最初ちょっと、音出るかな？音出てますかね？ありがとうございます。バットに当てましたが、当てただけ追い込んでいます。いやもうすごいっすよね。ほんと。トレードの話よりこっちをもう共有したくって。ここもフォークボールでしょう。目玉に使っています。もう途中からもうなんか13奪三振？これそうですよね、きっと。いた。また三振、164キロ。空振り三振。まっすぐでいった。162キロ。162、3、4が平気で出てるんですもんね。プロ野球記録に並びました佐々木朗希。そう。牧原がね、地元なんですよ。多分、しめじいさんも地元、しめじいさんが地元っていうか近くですね。はい。大武高校でね。そうなんですよ。佐々木朗希。やっぱりフォークが強いと、フォークとまっすぐでもう、三振ってバッタバタ取れちゃうんですね。しかも140キロ台ですよ、これ。すごいですよね、本当に。ちょっとね、仕事の関係であんまり見れなくて、もうせっかくだからYouTube 最初見たいなと思って。もう今日これだけでも楽しめてよかったなと思います。キャッチャーの松川、決め球は？キャッチャーもなんか高卒ルーキーとか言ってたかな。打ち上げた。お花さんどうもよろしくお願いします。すいません、最初ちょっと野球見てますけど。バットに当てましたバレラ、セカンドゴロになります。まっすぐでいった。163キロ。これ163キロとかかっこいいですよね、もう。16個、17個。この19奪三振もタイ記録ですよね。やっぱ大谷翔平も見てますけど、やっぱこの佐々木の可能性もやっぱ可能性っていいですよね。もうちょっとで終わるのかな。9回ツーアウトか。
あと一まっつか。すぐ三振取ってほしいよね。佐々木朗希。何で決めるか。おー、フォークかな。佐々木朗希。完全試合達成。かやってみせました。っこいいわ歴史を作りました。そして今、伝説になりました。ー。いやー、すごい。このすごいそう。姫路さんその通り。この佐々木って言ってみんな多分僕らの代は、そうですね。その佐々木を思い出しますね。大魔神佐々木を。はい。ということでね、で、やっぱり、こう、思ったんですよ。なんていうのかな、なんていうんですか、この、可能性って、やっぱりみんな人って好きですよね。大谷翔平も、その、可能性っていうか、その、日本人がその世界に行くとか、その若い子が、こう、なんて言うんでしょうね。将来、その可能性を感じさせることって好きです。ああ東雲さんも来ましたね。ミスターパーフェクト負け。そう。ね。で、昔はちょっと話それちゃいますけど、また中日でね、近藤っていう共栄高校の、愛知共栄高校、僕はまあ地元やっぱ愛知なので、共栄高校で、それから中日に行って、で、巨人で、初先発した時だったかな。で、ノーヒットノーランやったっていう、その、左のね、カーブと、ストレート150キロぐらいで投げてた子がいたんですよ。それはね、残念ながらね、そこからね、なかなかうまくいかずに、最初すごかったんですけど、まあ、カーブと、その、なんていうんです？ストレートでもう勝てちゃうんだ。で、当時のなんかまあ、右で言うと江川卓とかね、それから、誰って言うんでしょう。まあ、そう、今監督か、工藤名電の工藤っていうか、そういうのの、こう、左で速くて、カーブで、だからカーブと、もう、今回のその、フォークとストレートみたいな、感じで、やっぱ、そういうのって、やっぱワクワクするし、ね、まあ、投資もね、ちょっとこれ強引ですけどね、僕もどっちかっていうとこう、将来に期待できそうなところにやっぱり投資をしたい。こう考え方が似てるというか、なんとか投資に持ってこうとして違うかでも本当に楽しみですよね。なんか大事に育てられたというか、去年1年間、あれですよね、佐々木くんは、2軍でいたのかなっていうことで、いきなりこんな状態で出しちゃって、もう今日は多分、日本人のこう明るい話題でね、持ちきりじゃないかななんて思っております。はい。はい。まあ、一応、最近ね、いいニュースがなかなかなくって、やっぱり、今って日本ってこう、まあ、大谷翔平もそうですけど、野球のね、こういう話っていいですよね。まあ、こういうヤフーでも出てくると、どうしてももう、ね、ウクライナの関係がトップに来てて、まあ、ニュースってやっぱり悪いニュースが多いですからね。基本、良くないニュースって目立つから、トップになりやすいですよね。まあ、本当に、いいお話をね、こうやって聞けてくるといいな、なんて思っております。はい。それではですね、今日の、内容の方に入りますけど、今日はまあ日曜日なので、相場の方がね、もうないので、休みですのでね、思い切ってね、調べてきたことをやっていきたいなと思っております。で、本当はね、ちょっと僕教育系のことでお話ししたかったんですけど、ちょっとね、まあちょっと時間がないっていうか、後が詰まってきたっていうか、実はもう来週ね、火曜日やりたいことが決まってて、GMO クリック証券がね、もう新しい銘柄をね、金曜日出してきたんですよ。またそれがえげつないものが結構出てきて、例えばこのナスダックの3倍ブル T999。これがね、GMO クリック証券に入ってきたんですよ。で結構ね、この新銘柄が10個ぐらい入ってきたんですけど、割と AMD とかね、
なんていうのかな、みんなね、結構こう尖ったようなね、ハイテクの銘柄が入ってきたんですね、今この時期に。うん。なんで、これ火曜日にどうしてもやりたくって、分析をしたいなと思ったんですよ。早めに分析して、CFD やられてる方に、こう何か、僕も勉強して情報を流したいな。なので今日は、テクニカルのこと、オシレーターのことも、特集でやるんですが、できれば、中国株と世界の ETF の、まあ、ボラティリティのところも結構40銘柄ぐらいあるので、一気にね、説明をしていきたいなと思っております。ちょっと今日は真面目ですけどね、真面目っていうか、脱線したらもう、脱線しだしたらもうこれ説明できないですけど、目標としてはね、40銘柄、ちょっと説明をしていきたいなと思ってます。はい。で、その前に、その特集なんですけど、やっぱこの CFD をやるにあたって、やっぱ皆さん、今まではそんなにこうチャートっていうのはなんとなく見てきた。だけど、やっぱレバレッジがかかっている CFD っていうのはどうしてもそのテクニカルっていうのを見ていかなきゃいけない。で、僕はどちらかというと最初 FX 系から来た人っていうか、FX をやってって、で、仮想通貨に行って、で、株の方は積み立てをしていきながら CFD に入っていったっていう人間なので、最初がテクニカルの方から、まあ、いろいろ勉強させてもらった。で、今、株の方が楽しくって、株のいろんな情報をこう勉強してるという、まあ、流れなんですね。うん。なんで、まあ、今までのそのテクニカルの話っていうのはずっと自分としてはまあ、苦手か得意かって得意な方なんですけども、皆さんがいろいろ使ってる、まあ、オシレーターっていうのもあると思うんですね。で、今日はまあ僕の使っているオシレーターも相談したいんですけど、またチャットの方でも、例えばこういうオシレーター使ってるよとか、これはいいよっていう方々、ぜひね、ご意見いただけたら嬉しいなって思ってます。まあ、なければなくて僕の方でね、話はしていきますけども。まずですね、この今日の特集から最初に行きますね。オシレーター系とはということで、やっぱ経済っていうかこうテクニカルとかもそうですけど、やっぱ経済とか投資って、用語が多いですよね。まあ、今更なんですけど、専門用語が多い、と思います。このオシレーターっていうのも、もう専門用語ですもんね。で、もともとこのオシレーターっていうのはどうもあれみたいですね。振り幅、こう、上がり下がりのこう、振り幅のことをオシレーターというらしいですね。はい。最初僕もオシレーターっていうのはこう、いろいろ指標みたいのがある、その形のことをオシレーターっていうのかなと思ったんですけど、どうもこのボラティリティみたいなことをオシレーターというらしいですね。で、この FX のオシレーター系の意味と書いてありますけども、まあ、相場が買われすぎか売られすぎかを、まあ、分析することができますということですね。はい。で、オシレーターのインジケーターっていうのがいろいろありますよということで、多分、投資をやってる方だと名前聞いたこともあるよとか、ね、YouTube 見てらっしゃる方は聞いたことある人も多いかなと思うんですね。はい。まず、ちょっと紹介していきながら、またなんかチャットの方でも、もし、こういうのを使ったことあるとか、これをよく使ってるよっていうのをまた教えてくださいね。まずちょっと紹介だけしてきますね。このオシレーター系の種類とか使い方っていうところです。まあ、高橋ダンさんを聞いてる人とかは、まず最初この RSI っていうのも聞くかなと思いますね。はい。よく言われてるのがこの RSI っていうので、売られすぎ、買われすぎっていうので、このチャートがあるように、まあ、値動きと似てますけどね。でも、出来高と合わせた形で、なんで、日本語で言うとこの RSI は相対力指数っていうみたいですね。はい。で、買われすぎ、このね、買われすぎの時、この RSI の
70を超えたあたりっていう指標、100を基準、50を基準にするのかな。で、はいはい。株スタートですが CFD って流れに乗るようなテクニカルが効くような感じが。そう思います。はい。思います。レバレッジがかかってる分、やっぱりファンダメンタルはきっかけなんですけど、どこまで落ちるか、どこまで上がるかっていうのは、テクニカル指標を見ていった方がいいなと。だから、変な話、高橋ダンさんも、多分、ファンダメンタルの個別のことの話はそんなにせずに、なんていうか、テクニカル要素の方で、売り買いを考えてると思いますね。そんな感じはします。あと仮想通貨と FX はもろテクニカルですね。そう思いますね。株よりもすごくテクニカル要素が強いですよね。で、RSI はこういう感じで売られすぎで、買われすぎが70以上。で、売られすぎが、30以下というふうに、指標としては出ているということですね。ここ書いてありますね、下に。はい。これを、見て、売られすぎか買われすぎかっていうのを、判断するということですね。はい。それから、僕あんまりこれは知らないですが、RCI というのもあります。RCI というのは、日本語で言うと、順位相関指数と言います。これも、どちらかとさっきの RSI と似てまして、売られすぎか買われすぎかっていうのを見るみたいです。ただ、こちらの、RCI については、パーセンテージで出てますので、0% を基準にして、買われすぎな場合は 100% に近い場合が買われすぎ。それからマイナス 100% になってるうちは、売られすぎという、さっきの RSI とちょっとその指標がね、プラスマイナス0という、そういうことが違うということになりますね。はい。はい。そこを狙うと失敗しますね。はい。はい。そこはね、そこ抜けちゃうときありますね。はい。ほんとタイミング難しいと思います。はい。しどろべさん、原油大丈夫ですか？原油結構レバレッジ20倍でバリバリやってたんですかね。楽しんでるうちならいいんですけども、ハマっちゃうと大変っすよ。本当にいつも値動き気になってみて、やっぱり、って心を痛めちゃうっていうか、かなりハートが強くないと、すぐ自分の入れた証拠金よりオーバーしちゃったりするからね。なので、損切りとか、もう損切りか、みたいな感じになりますんでね。はい。はい。それから、こちらの方が MACD と言いますね。これは結構有名ですね。移動平均線の、変わったやつというか、MACD なので、このムービングアベレージ、コンバージェンス、ダイバージェンスと言いますね。日本語で移動平均収縮発散法と言いますと。難しいですよ、日本語で言うと。MACD で結構話が通ってますのでね。はい。この MACD の場合に皆さんが使っている移動平均線の、標準の、指標っていうのが、例えば短期と長期のこの移動平均線のクロスですね。先にちょっとこのルール上だけ言いますか、よく聞くことだと思うんですけど、この短期足と長期足の移動平均線がクロスする場合ね、これがデッドクロス。こっちがね、売りのサインの場合でデッドクロスと言います。で、買いのサインの場合が、短期足から長期足が抜けたりするとき、これが買いのサインのときには、ゴールデンクロスと言います。ちなみに、この、今、出ている、これ何でしたっけ？オンダってトレーディングビュー使えるやつですよね、確か。そこの証券会社さんかな。
で出てるものなんですけど、今この MacD は、12、26、9というのを使ってますね。なのでこれ12と26が、標準の移動平均線のなんていうのかな、A の移動平均線の値になってると思います。12と26ですね。で、たまにMacD をよく使ってらっしゃる方は短期でこの半分にして4と9とかにしたりとかいじったりしてるみたいです。日足でやる方は12、26あたりを使ってもいいと思うんですけど、もうちょっと短い時間足でトレードされる方とか、あとボラティリティが高いもの、上がり下がりがすごいあるものは、この MacD を短くしてもっとトレンドを早く見つけたりする場合もあります。はい。最初の頃使ってたんですけど、もう僕はローソク足とレジサポラインで判断するようになっちゃったので、MacD を使わなくなりました。ただ、株に関しては、MacD は、いいんじゃないかな。ただ、上がったり下がったりする日経みたいな、なんていうの、レンジみたいな動きをするものに関しては MacD はあんまり聞きにくい。FX もそうですね。聞きにくいっていうか、わかりにくい。MacD がね、上がったり下がったり繰り返すと、ウェーブしちゃうんですよ。すぐね、なんか、デッドクロスとゴールデンクロスじゃなくて、うろうろしちゃうので、トレンドが出ているものに関しては、MacD は有効だなと思います。はい。はい。それから、CCI と言いますね。これあんまり使ってる人いるのかな？日本語で言うと、商品チャンネル指数というみたいですね。多分これ MacD と近いところにあるんじゃないでしょうか。一応この買いのサインが、そうですね。プラス100。0からプラス100に行った時の登ってる時に買いのサイン。それから、100から0に移っていく時に、決算ということで、サインが出てるということで。まあ、この指標が、さっきのRSI のRCI と同じですね。0から100とマイナス100までという、指標になっております。この CCI も20を使ってるので、多分 RCI と似てますね。はい。はい。それから、これ使ってらっしゃる方もいますね。ストキャスティクスって言いますね。はい。ちょっと言いにくいですけど。日本語で言うと、推計統計的なオシレーターと言います。はい。使ってらっしゃる方もいますね。ストキャスティクスもどちらかというと、売られすぎ、買われすぎ。でもこれ、あれですね。MacD と RSI を混ぜたような感じかもしれません。はい。この見てる感じで言うと、線もあって、売られすぎ、買われすぎのゾーンも入ってるので、これ結構面白いかもしれないですね。使われてる方は。両方これオシレーターで見ることができます。はい。ゴールデンクロス、デッドクロスもありますしね。はい。ただ、CFD の場合は、こう言うといけないですけど、現物についてはこういうのでもいいんですけど、CFD ってレバレッジがかかってる分、もうちょっと細かく見ていくときには、あれですね、これぐらいだともうちょっと敏感に見ていくには、やっぱり FX ぐらいの形でオシレーター、このオシレーターだと遅いかもしれないですけど、はい。はいはいはい。2万円の予算で3万2000円になってます。はいはいはい。10分から2時間ぐらいで繰り返し疲れました。本当に、やれるときにそういう風に楽しめるといいんですけど、これ例えば忙しくなったりとか、見れんときに、うっかりなんか、ショートを入れてたとかね、やるとね、と思って、パッと見たときに、スマホ見たときに、
なんじゃこりゃとかってなってる時があって、天然ガスと原油はね。はい。嬉しいんですけどね、やっぱりレバレッジならではで、自分のその証拠金が2万円なのに、3万円儲かったったら、そりゃもう嬉しいですよ。だって、1.5 倍ですもん。で、はい。逆に言えばこれが200万入れたら300万とか言ったらゾッとしますけどね。まあ、それでやってらっしゃる方もいるんでしょうけど、まあ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 、楽しくやれることが大事ですのでね、僕はそう思ってますんでね。はい。ということで、ちょっとこのオシレーターに関しては、CFD については実は、ここまで、現物でやられる方とか、あと、レバレッジ2倍くらいだったらこれでもいいかもしれないですけどね。はい。はい。あと、僕がここで書いて、このサイコロジカライン、知らないですね、これ。はい。僕はこれ知りません。まあ、見てみると、そうですね。売られすぎ、買われすぎっていうことで、これも出てますけどね。はい。ということで。あと、ここに書いてないですけど、よく見るのが、日本人が作った一目均衡表っていうのも見ますよね。雲っていうのがあって、その雲を抜けたら、雲なので、その雲に入るとレンジになりやすいとか、雲を抜けたらもっとこう、上昇トレンドに行っちゃうとか、そういう遅行スパンとかっていうのが、先行スパン、遅行スパンっていうのがあるみたいですね。はい。あとはその、お疲れさんです。こんばんは。よろしくお願いします。サラさんとかもなんかテクニカルとかなんかやってらっしゃるのかなって、もしなんか今日ちょっと最初に特集でテクニカルな話をしてるので、オシレーターの話してるので、またよかったらね、なんか参考になることがあれば教えてほしいなと思います。はい。コモディティは寝てるとき、忙しいときは無理。そうですね。はい。本当思います。まあ、それか本当に、レバレッジを5倍以下にするぐらいの証拠金を入れます。だから原油でももう10万円ぐらい入れたりとかね。要は、4ロットぐらいにして、で、証拠金を5倍ぐらい入れたりとかするときもありますね。でも、それはもう、それだったら、原油でレバレッジを低くするより、自分だったらやっぱりそうですね、ETF か、そっちに、株の方に行っちゃいますかね。はい。思いますけど。はい。一目の練習で今回やりました。あ、そうなんですね。へー。はいはい。あとあれですね。ボリンジャーバンド使ってる人もいますね。シグマの2とかシグマの3はいないか。シグマの2、偏差値で、この範囲内に入ってる、ものってことで、シグマの2。シグマの2って偏差値で言うと5% ぐらいでしたっけの間にこの入るよっていうバンドですよ。ね。バンドウォークとかってありますよね、なんか。そういうのもあったし、あとは、あれですね、これで見ればいいんだ。すいません。ちょっと今、テンセント出しますね。これ、トレーディングビューで、ありますけど、今、中国のテンセント出したんですけど、癒しです。オシュレーター使う場合には、この上ですよね。インジケーター、オシュレーター。ここを押します。一応テクニカルっていうのを押します。はい。そうすると A からめちゃくちゃ出てるんですけど、まあ、パッと言うと、移動平均線形がアベレージで出てますよね。はい。それからボリンジャーバンドありますよね。あと知ってるのが CCI さっき出てましたね。それから、移動平均線がね、結構いろいろありますね。はい。僕もその MA っていう普通の平均線と EMA って言って、出てますね。移動平均線の、なんていうのかな。腸活移動平均線、なんて言いましたっけ
はい、とかね、あります。一目均衡表も出てますね。それから MA クロス。M だと、モメンタムも出てますね。MACD もあると思います。それから、ボリュームも、このボリュームも、もう、オシレーターになるの。インジケーターか。インジケーターになりますよね。RSI もありますね。SMA ですね。これよく使ってるやつですね。はい。ボリューム。くらいですかね。はい。まだ、あとはこれ、インジケーターじゃないですけど、見えないな。こっちかな？フィボナッチ数列っていうか、フィボナッチどこにあったっけ？あれ？最近こっち全然使ってない。あ、これか。そうですね。こっちにフィボナッチリトレースメントとか、フィボナッチエクステンションとか、使う時もありますね。はい。自然界のあれですよね。数列っていうか、1、2、時間、5、8、11って増えてくやつですね。貝殻の、形とかアップルの模様とかね。フィボナッチでできている自然界の流れで、その数列のようにいくということで 50%。ちょっとこれでやってみるか。フィボナッチってこういう感じですよね。ビヨーンって。僕これ、開いちゃった。ほんともっと綺麗な虹みたいのが出るんですけど、うざたかったので、これ、線だけにしちゃいました。今僕がこれフィボナッチを設定しているのが、3.82 と6.18 と半分の 0.5 ですね。はい。こういう風なものを使ったりとかもします。最近も本当にこうフィボナッチも使わなくなっちゃいましたけどね。どちらかとどれだけ伸びるのっていう時に使ったりとかね。するみたいですけど。はい。ということですね。で、いろいろオシレーターは、いえいえ、とんでもないです。石橋さんどうもこんばんは。よろしくお願いします。なんで謝るんですか？そんな、謝らないでくださいよ。僕だって、本当に具合悪くて休んだりするし、ここ、別に、事業じゃないので、出血とかじゃないですか？全然いいです。はい。はい。そういえば、そうですね、ポストプライムの方とかで最近、ちょこちょこ、見ないなとか、方向も見ないといけないですね。トレード続いて楽しんでやってらっしゃるのかなとか、すごい思いますね、やっぱり。もうこれで1年近くなりますけど、トレードでね、もうやめちゃったりとか、積み立てはしてるけど、トレードはもうやってないよっていう人もいるかもしれませんしね。なんかやっぱり、楽しく学べるっていうことがすごい大事だと思います。だから、僕はもう勝った負けたをすごい強く持っちゃうと、もういいやってなりそうなんですよね、ハマって。もう嫌だって、原油嫌だとか、天然ガス嫌だってなっちゃうので、なのでね、もうほんとできるだけレバレッジ低めで少額で、続けて学んで楽しめるようにね、して、積み立てで、拝んでるっていう感じになってますね。はい。はい。すいません。なので、ほんと全然、石橋さんも全然、はい。いいです。本当に。本当来ていただいて本当ありがたいです。はい。で、ですね、オシレーターはいろいろあったんですけど、結局、僕的にその一つの、僕のもうトレードで行き着いたところはいろいろいじくったんですけど、一番敏感に、わかりやすかったのが、結局はこのレジサポラインと、チャネルラインと、このボリューム。はい。で、
今回ですね、実は、僕の方では、この移動平均線も、昔の FX でやっていた移動平均線と、ルールを変えました。はい。この黄色いところ、赤いところ、これ表示出るかな？あ、見えないんだ、これ多分。ちょっと待ってください。これ多分シンボルで、見やすいように消しちゃったんですよ。ないですね。どこだったかや。あ、これか。インジケーターの値。これ出るかな？インジケーターのタイトルだ。ごめんなさい。これですね。これ因数。見えないんだ。これ多分皆さんの方でも薄く見えないと思います。っていうのは、まず、今回私の方で変えたのがですね、この青い線、これ見えますかね？青い線は EMA の、青い線見えます？青い線。これ、EMA の3っていうのを使ってます。これは、出来高が少ない出来高の少ない、トレードをするとき、世界の ETF とかでもそうですけど、時に、どうしてもロウソク足が全然見えない場合がある。あと、ニッケルとか、出来高少ないじゃないですか。金属でも。パラジウムとか。ああいうものに関してラインチャートにするために、この青い EMA の3っていうのを使って、一つのラインチャートのような形にするために、青のインジケーターを使ってます。EMA の3です。はい。で、次なんですけど、赤いこの、インジケーターは、前は14っていうのを使ってました。MA14 っていうのを使ってました。これは何かというと、レバレッジ20、要はFX の時もそうですけど、MacD のそのゴールデンクロス、デッドクロスを判断するためのものだったんです。前、EMA14。ちょっとこれ見せると、変更すると、ここで変更するとできるかな？ 14。今14ってやったとき分かりましたかね？この赤が。石橋さんどうぞ。いえ。赤いのがちょっと、迫ってきたの分かります？これ、あれできるんだな。これで見てみると、赤いの見てくださいね。15、16、17、18、19、20、21、20、どんどん離れてきますよね。29、30、33、35、40、41、42、43、44、45、46、47、48、50と。今50っていうのに変えました。何かというと、トレードスタイルがもうスイングトレードに僕はなったっていうか、もうちょっと長期でやりたいっていうことで、よく使われている、MA50 に変えたんですね。前はその MA14 でこのゴールデンクロス、デッドクロスで短期でもそこを見て、売買したりとかする目安にしたんですけど、今はそこで、売買することをしなくなったので、この MA の50っていうのを、使う。で、これ、日足で言うと、短期移動平均線になるんですね。50でも。はい。25っていう方もいるかもしれないんですけどね。はい。で、で、前からあったんです。もうちょっと重要視したかったのが、この MA の200ですね。長期の、移動平均線。で、今このテンセントで言うと、ちょうどこの50の移動平均線と、200の移動平均線をこのクロスしてるところ、こういったところが、これちょうど、短期と長期が上回ってくるデッドクロスって言いますね。とにかく長期と短期のクロスしたところはなんちゃらクロスって言います。はい。ちょうどここが売られてきてるかなっていう目安にもなりますしね。みんなも見てるものが多いと200とか、50で、ここクロスしたなと思うと売られるかなとかっていう目安にもなる場合もあります。テンセントの場合はもうここから売られていって下がっていって、今まだ、平均線は赤も黄色も平行、今まだ売られている、絶賛売られ中みたいな状態ですけどね。はい。
いうか、テンセントゴールデンクロス、いつだ？もうここですね。2020年の1月ですね。もうここから全然ですね。はい。まあ、使うものって皆さんいろいろ、あると思いますけども、まあ一応、僕の場合は、売られすぎ、買われすぎっていうものに関しては、特にこの平均線とかを見たり、あと、このボリュームっていうのを見てたり、で、今回はこの、これですね。新しく出したのはこの価格、横軸と縦軸の、だいたい、まあ、120日を目安にした、まあ、テンセントはもう解説しますけど、67.13% のこの4ヶ月間では相当悪いです。67% 下落ですので、テンセント、もしロングで買ってる人、僕ちょっと前買ってて売っちゃいましたけど、買って持ってたら、まあ、大変なことになってると思います。はい。これロスカットになるんじゃないかな。しかも、テンセント高いですからね。はい。ということですね。もう何気に、解説の方、これ各銘柄言ってますけども、テンセントはまた、決算が5月18日にあるんですが、悪いです。悪いです。っていうか、中国のハイテク銘柄って本当もう大丈夫なんですかね。すごい、もう、思います。ダメなんじゃないかなとかってはい。まあまあまあ、それぞれ愛してらっしゃる方もそこだと思っているかもしれないんですけど、なんかね、いやでもなんかハイテクがダメっていうのはちょっと雑談になっちゃいますけど、悲しい気がします。もし、アメリカのハイテクがダメになって、こういうテンセントみたいな、アリババテンセントみたいな株価チャートだったらどうしますこれ。ね。アップルがこんな風だったら、とか、アップル、まあ、メタは一回、決算悪くてストーンと行きましたけど、ねえ。これになったらなんか S&P500 とかナスダックとか言っとる場合じゃないですよね。ほんと。まあ、ハイテクがダメって言いたくないですけど、もう事実、中国のこのテンセントと、もう、まあ、ジンドンもそうですし、アリババもそうですしね。本当に厳しい。ここからまた、どれだけ戻ってくるかわかんないですけど、この720っていうのには、もう戻ってこないのかなって、何年かかるかなっていう感じはしますよね。はい。はい。まあ、逆に言うと、中国の今回の、ものに関して、ショートも CFD ならね、テクニカル見てショートも考えてもいいと思います。まあ、テンセント今ちょっと、ロングもショートもちょっとこれどうかなと思いますけどね。はい。では、中国株の方から順を追って、もうついでにやってっちゃいますね。またなんか、テクニカル、最近、こう、もうチャート書いちゃってますけど、もし、リクエストがあれば、本当にこう僕がこういうふうに書いてるものとかもその場で書きますので、はい。だいぶ今、慣れてきちゃって、こう、解説だけになっちゃいましたけども。はい。中国の欧州銀行ですね。あ、そうそう、今回中国のことで分かったことがあります。この中国の銀行のボラティリティは安定してました。この上がり下がり。これ見てもらうと分かるんですけど、中国の、交渉銀行の134日なのに、19.57% のボラティリティです。これ、だって、僕はアメリカの個別株 25% って言ったので、もうほんで上昇トレンドで安定してるじゃないですか。でしかも、今中国って利下げですよね。ロックダウンも上海してますけど、今、アメリカと逆のことやってますよね。だから、もしかしたら本当に今中国の銀行はちょっと見といた方がいいなと。まあ、ある意味アメリカの銀行は今、
逆に安い状態かもしれないんですけど、中国の銀行は上がってくる可能性もある。で、配当が高いので、とにかく。で、配当が高いですけど、中国の銀行は、7月、これ、配当ここですので、ね、7月なので、要は、1ヶ月前に持ってると、まあ、CFD も、権利調整額っていうか、配当に近いような形のやつもらえるので、特に、6月、7月の頭ぐらいまでに持っておくこと。D って書いてあるんですけど、トレーディングビューでD って書いてあるところは注目ですね。7.5% ありますので、はい。こういったところは気をつけて、ロングで持ってるといいかなと思いました。決算の方は4月29日ですけど、いいです。でも、今ちょっと高い位置にいるので、もうちょっと下がってこないと買いにくいなと思います。はい。ちょっとね、見方が変わりましたね、中国の銀行が。それから中国のこれ、篠宮さんが言ってたから、中国人寿保険。ほんとこれ名前なんですかねこれ、チャイナライフインシュランスってそのままですね。はい。中国人種保険っていうんですかね。はい。決算は、中国の8月25日、もうこの間終わったですね。3月24日に終わりました。ミスです。今回の決算、ミスってます。ので、下がってます。ヒューンと。で、ボラテリティが126日で、中国って年度始めはいつか。そう。よく気づきましたね。決算が1ヶ月先なんですよ。それかなやっぱり。年度始めって僕、正月って、旧正月の2月だと思ってたんですよ。だけど、経済指標的にはもしかしたら4月かもしれないです。なんでかっていうと、決算がすぐ近くにポンポンってあるんですよ。はい。これはないんですけど、他のやつで、見ると、1ヶ月後に決算があったりするんですよね。だから、昨日ちょっと話したんですけど、中国がその3月の末に決算を ADR で、これか、中国企業のADR が決算出さなかったのが結構あったって書いてあったので、それで決算のあれが延期されたのかなとかって思ったんですけど、もしかしたら年度の関係もあると思います。4月じゃないかなと思いますね。はい。そこそこ、ね。なんかおかしいなと思って。はい。決算が1ヶ月後にあるので。この保険屋さんは、もう3月の次決算が8月になってましたけどね。通常なんか1年で2回かなと思ったんですけど、このトレーディングビューでこの E とか書いてあるのが決算の位置なんですけど、これね。はい。はい。この保険屋さんについては、半年に1回あるよっていう感じですね。配当が 6.6% です。で、126日でボラテリティが 39.9。これはね、高いというか、ボラティ激しい方ですね。ボラが。はい。です。それから中国の建設銀行ですね。こちらの方は、配当が 7.6 で高いです。配当が出るのが7月なので、7月注目です。決算が、これ、4月28日になってます。前回の決算がここです。3月29日っていうか、この間決算やったばっかなんですよ。はい。決算は、売上、収益ともに、クリアしてます。いい形です。はい。なので、決算のところでキューンと伸ばしてます。で、次の決算がもう4月28日で1ヶ月後なんですね。だから、今の年度始めかなと思います。4月の。はい。で、ボラが、120日に対して 19% なので安定していると思います。やっぱもう、CFD やるときに思いました。現物だったら、ちょっとボラテリティが高い個別株行ってもいいんですけど、CFD ってそもそももうレバレッジがすごいかかってるから、だから逆に安定した
ものを持ってレバレッジをかけてた方がまだいいんじゃないかなっていう風な考え方です。安心するんじゃないかなって僕はちょっと思うようになりましたね。はい。だからもうなんか、今度ね、この、脱線していけないですけど、CFD の、これ、ハイレバのこの T999、これめちゃくちゃ危ないと思うんですよね。だってただでさえ3倍レバレッジかかってて、ナスダックなんですよ。ダウの3倍ブルっていうのも、まあまあ激しかったんですよ。さらにナスダックのブル3倍で、CFD ですよ。15倍ですよ。これはね、これ、どうやってやるんですかね。ド短期でやるんですかね、これ。はい。と思いました。ちょっとまた、テクニカル聞いてないので、どういう風になるのか、もう勉強したいと思うんですけどね。あとはこれ。話それてまたいけないですけど。あれ、どこだっけ？これ。SOXX ってあれですよね。半導体のレバレッジ3倍のじゃないです、これ。はい。これ、もうとんがってますよね。これしかもあれですよね。レバレッジ10倍のとこですよ、これ。だからこれ、30倍ってことになるのかな？なんか間違えてるかな？ SOXX で2倍レバレッジだったかな？ちょっとわかんないですけど、調べなきゃいけないですけど、いや、とんがってると思いますよ、これ。はい。という、これをね、ちょっと次回やりたいですけどね。はい、分析したいと思います。ちょっと話それちゃう。すいません。はい。はい。それでは次行きますね。パンパンと行きますよ。中国のピンヤン保険ですね。決算がこの間終わったばっかなはずなんですけど、3月14日で決算、ミス。すげえミスです。すげえ落としました。で、ちょっと戻しました。はい。で、次回が5月の2日に決算があるということです。配当が 5.1% ですけど、すごい決算で落としたんですけど、戻して、ボラは高いですね。やっぱ落とした分。122日で 54.69% のボラティリティです。そうですね。配当も高いですけど、今ちょうどロングとショートの間ぐらいにいますね。僕の場合。はい。次ですね。マカオの、カジノのところ。ギャラクシーエンターテイメントってやつですね。はい。ちょっとこれごめんなさい。ボラが違いますので、120日にします。120日に変えて横軸をちょっと狭めます。はい。まあ、あんま変わってないですけど。ここ、データが本当に出なくって、決算が怪しいというか、トレーディングビューでの、出てこないんですよ。2020年の1期と、2021年の1期しか出てこないんですよね。1年に1回しか決算のあれが出てこない。これ。しかもなんかよくわからないんですよね。決算が。なんでしょう。だから、決算8月と予定書いてあるんですけど、この中身はちょっと調べれないです。まあ、なんかもっと他で調べれば調べれるかもしれないですけど、珍しいです、ここ。はい。で、ボラティリティが、43.95%。まあまあ高いです。っていうのは、3月15日でなんかすごい大暴落がありました。そこから戻したということで、まあ割と、そうですね、ボラが高いと思います、この銘柄は。あ、わかった。ロックダウンかな、ここ。香港とか、かもしんないですね。あれです。やっぱりなんていうのかな、観光
ホテルとかカジノなので観光系って、コロナとかオミクロンとかがあるとすぐに、フィリピンもそうですけど、ポーンと落ちますよね。はい。それの関係かもしれません。はい。次、パソコンのレノボいきます。レノボは前回2月の決算が良くって上がって、3月17日。この3月、中国はすごい落としましたね。3月の15、16、17。落としました。これがね、ちょっと落とし方がひどかったので、レノボ買いたいなと思ったので、下げがすごかったのでビビっちゃいました。僕買えなかったです。ボラティリティが、120日に対して34% と、この暴落があったために安定してたんですけど、一気にね、ボラが高くなりました。配当もあるので、まあ、レノボはどちらかとアメリカで言うと、IBM みたいな位置、あとヒューレット・パッカーみたいな位置になりますよね。配当もまあまあある通信会社です。次回の決算が5月26日です。ちょっとでも、暴落したんですけど、今跳ねちゃってますね。一気に跳ねました。はい。で、また戻ってきたという状態です。これでも本当に、僕的にこれ、こうやってボーンと落としてますけど、基本上昇トレンドになってきてる気はするんですよね、レノボは。はい。またちょっとどっかで本当チャレンジしたいなと思ってます。はい。チャイナモバイルですね。有名なとこですね。ここは売り、ごめんなさい。売り金中かな、また。ウォッチリストちょっと、違う。ウォッチリストでね、こっちだ。チャイナモバイルは、売り金中ですね。ちなみに AT&T もやっぱりスピンオフでもう取引規制されましたね。はい。今ちょうど注意喚起があるのは相変わらず、もう終わってますけど、ロシアのブル2倍。もうこれはやってないですね。AT&T、チャイナモバイルで、米国の VI と。米国の VI はもう売りできないですね。2020年からずっと禁止されてますので。はい。ということになります。ということで、チャイナモバイルは売り金中ということで、今高い位置にありますので、売っちゃいけないよと。だけど、ボラティリティが意外に低かったです。12、違う、ごめんなさい。122日で 27%。まあ、すごいかなと思ったけど、そうでもなかったですね。もう 40% ぐらいある、株の中では全然、まだ、もっと高いのかなと思いましたけど。はい。配当が 7.3% です。はいです。配当が高いのに売りをしたい人が多いんですよね。はい、不思議です。はい、じゃあ次行きます。ペトロチャイナですね。ペトロチャイナは、この間決算があったばっかりです。決算は、ペトロチャイナはまあまあ良かったと思います。はい。上昇トレンドに乗ってる感じです。はい。で、決算もよく。でですね、また今度すぐ決算なんですよ。4月28日決算。1ヶ月で決算出せるんですかね？まあ、不思議です。はい。で、ボラティリティは120日に対して 29.7% で、平均よりちょっと高い。でも、ペトロチャイナは、どっちかと上昇に対して、まあこれ、ペトロチャイナですの、これ、石油ですよね。なので、アメリカで言うとエクソンモービルとか、ハリバートンとか、ああいうとこと同じような感じだと思います。なので、まあ、もし、もうエクソンモービルとかハリバートンがちょっと高いなと思ったら、ちょっとペトロチャイナはマークしておくと、まだそこまですごいうわっと上がってるわけではないですのでね。いいかもしれないですね。配当も高い。はい。です。とにかく、中国株はもしトライするなら、この6月から7月に関してロングを仕掛けてみるとどれだけ配当が来るかわからないですけど、ちょっと注目しとくといいと思います。はい。
それから、電気会社のチャイナロンユアンパワーですね。電気ですね。電気会社もひたひたと上昇しています。はい。ボラが、125日に対して 36.95 と、まあまああります。はい。で電気会社ももっと来たいなと思うんですけど、いいチャンスがちょっと恵まれないというか、僕は、はい。この移動平均線のちょっとタッチしたあたりもいいかもしれないですけどね。はい。という状態です。電気会社も面白いと思います。香港とかイギリス系の銀行ですね。HSBC ホールディングスです。ずっとすごい高い力ですけど、なんか、あれです。オミクロンの関係か何かロックダウンがあった時、ドーンと落としました。けどまた戻してます。ボラティリティは120日に対して 24%。まあ、こう、ちょっとアップダウンが激しいっていうか、一方通行で上がるとき下がるとき極端なんですよね、この銘柄が、最近が。なので、24% ですけど、一方通行みたいなチャートになってます。上がる、下がる、上がる、みたいな感じですね。はい。配当はね、5% ぐらいあったんですけど、今上がって 3.6% になっちゃいましたね。で、前回2月の、12月だ。12月の決算は良かったです。で、バーッと上がってきて、まあ、今度4月26日に決算があります。予想は前回より、ごめんなさい。前回よりいいですね、これ。あれ？前回よりいいですね。ちょっと青色にしますね。一応自分の場合の決算が前回よりいい予想を立てている場合は、色を青にしてます。逆に悪い場合は赤にしてます。はい。という感じです。次がなんかこれ言うといつもなんかドンファンとかドンファンって最近ちょっと話題出てないですけど、中国のね、車のドンフェンモーターズになります。ドンフェンモーターズはなんだかわかんないですけど、ハイブリッドカーなんですか？これガソリン車なのかわかんないですけど、フォードみたいな状態で、ちょっと今、もっと悪いな。GM より悪いですね、チャートが。高トレンドにずーっと来てます。下がりまくってますね。もうついに、今、いくつ ?5.8 とかいう数字ですね。フォードも一時期一桁台でしたけどね。7とか8とかでしたけど、今フォードは16とかですよね。はい。ドンフェンさんはもう5っていう数字ですね。はい。で、ボラティリティですけども、120日に対して 48.2 という下げになってます。前回の、あれですよ。この間の決算悪かったんだ、これ。そうですね。3月29日のこの間行われた決算が、収益がミスがありました。はい。ということで、これでかなり落としましたね。こうやってできるんですね。こうやってできるんだ。今トレーディングビュー見たらこれ赤い点々が出るんですね。決算とかやると。なるほど。でもそこまで落としてないですね。その前に、3月10、決算前にすごい売られましたね。はい。という状態です。はい。次行きます。ワンワンチャイナですね。食品メーカーです。ワンワンチャイナは、決算は6月21日ですけど、これも僕ちょっと、チャートをこう見てたときに、この縮尺を見たとき、こうね、今までがそんなに上がってなかったのに、今年に入ってギューッと上がってるじゃないですか。だから、上昇トレンドが書けなかったんですよ、これが。はい。これが書けなかったんですね。上昇トレンドが。今もかなり強引な上昇トレンドですけど。で、その上昇トレンドが書けなかったがゆえに、こんだけ急な角度で上がってるから、ボラティリティが高いのかなと思っちゃったんですよ。やっぱこの、指標って大事ですね。
結局この125日で見たら、このボラティリティは 21.13% だったんですね、ここ。やっぱり時間軸をちゃんと見ないと、このワンワンチャイナも、ただこうギューッと上がってるかなって、そうでも、期間区切ったらね、21.13 ですから、十分トレードができるなと思いました。上昇トレンド、下降トレンドが書けない場合でも、ちゃんとこのボラティリティを見て、レジサポラインを見ていきながらでも十分トレードはできると思いました。僕の今までのちょっと見解でいけなかったのは、上昇トレンド、下降トレンドが書けない、急激な上がってる、例えばバークシャーハザウェイみたいに、バフェット G さんとかもキューンと上がってたので、ああいうのってもう上昇トレンド書けないので、そういうのはもう測定不能にしてましたけど、でも、ボラティリティを見たら、そこまで高くなかったりとかありますので、しっかりね、そういうのは分析していこうかなって、本当に勉強になっています。はい。で、ワンワンチャイナも十分ショートもできますし、今ちょうどロングができるところなのかなっていう状態です。6.85 ですね。はい。食品メーカー、わかんない。材料の原油が高いと、やっぱでもまだ、コモディティもちょっと上がってきちゃうかもしれないし、原油次第ですよね。はい。このワンワンチャイナも多分そういう、原材料の高騰なると上がってくる可能性があります。はい。今度はこの牛さんですね。中国のメニューデイリーというとこですね。牛さんとこです。ボラティリティは137日に対して 26.98% と、平均的なボラティリティです。決算は前回3月30日、失敗こきました。はい。ミスです。ドーンと落としてて、今、決算で落として持ち上げたけど、また落としてるので、すごいね、レジサポラインからするとお買い得なとこなんですよ。ここしかも、1回、2回、3回、4回、5回、6回、ここ、40.70? 40.7? この位置、お買い得なんだけど、はい。どうするかですね。上昇トレンドからもちょっとコーンと落としちゃってるので、ここね。やっぱこれだよな。もしかしたら下降トレンドの方に今下降トレンドのちょうど付け根に来てるので、反発して下降トレンドに入ってくる可能性もありますね。アラートを僕仕掛けてないので、これちょっと落ちるかな、もうちょっと落ちるかなと思ってますね。はい。はい。鉱山会社ですかね。風神マイニングと言います。はい。こちらに関しては、ボラティリティは高いです。今ちょうど上昇トレンドに乗りつつある状態で、62.34%。高いです。はい。こういうのも中国の場合ってこの、なんていうのかな。一桁なんですよね。結構一桁が多いんですよ。9.62 から 12.92 ですから、これで見ていただくとわかるんですけど、この数字が小さいがゆえにボラが、これで見て 62% じゃないですか。だから、この数字も見ないと、なんていうの、上がり幅もう、ちょっと上がっただけでも、指数で1上がっただけでも、すごいパーセンテージしたらとんでもなく大きくなるので、この数字もちょっと大事だなと思います。中国は特に小さい数字が多いですのでね。はい。思いました。決算については、こけた。一回こけて落としているんだ。落としたけど、決算の時は落としてすぐ戻しましたね。はい。これ、ここで買った人チャンス、おめでとうございますですね、もう本当に。はい。はいはいはい。テクトロニクスインダストリーという、耐久消費財の、会社になります。ここはもう、
落としまくってきました。120日で 57% の下落です。これは痛い。はい。耐久消費財はダメでしたね、中国は。決算はね、前回別に悪くないんです。3月の決算は。はい。悪くないです。しかも、この、会社、決算に関しては、この4回とも全部クリアしてるんですよ。はい。これ。いいんですよ。だから、上昇していたのにもかかわらず、この2回の決算は、決算が良かろうが下がっちゃってんですよね。だから別要因が存在してるです。はい。次回の決算が8月17日になってます。これも、予想はね、いいんですよ。だから青にしています。ボラが 57% ですね。高いですね。だから、どうなんですかね。この、耐久消費財、良くないのかな。一応僕はちょっと、スケベ心に、アラート鳴らしてます。もう上がるかなと思って。でも本当に、今日の東雲さんの話じゃないですけど、そこを狙うんじゃないよっていうこれはい。そこを狙っちゃいけないかもしれないですけどね。はい。ちょっと、まあ、アラートは引っ掛けて、ちょっと、プライスアクションというか、この値動きを見ながら買おうかどうか考えています。はい。アンチコーチセメントですね。まあ、セメントの会社っていうかね、になります。決算がこの間ありまして、失敗、ミスです。ボーンと落としました、決算で。ボラティリティは125日に対して 37% と、ちょっと高いですね。はい。で、配当もいいので、はい。これどう見るかですね。こういうね、僕は好きじゃないです。下降トレンドに見えるからです。はい。で、上昇もまだレンジで下げ止まってるかなっていうのなんで、まだ、兆しが出てないというか、ただ、配当が高いの好きな人は、安い時に高配当で買っちゃえばいいなと思うかもしれないですけどね。そうですね。はい。です。だったらまだこっちの方がいいかな。中国恒大環境の方がまだ、いやー、これも一気に下げたんですよ、この間。この決算で、3月15日の決算はね、別にめちゃくちゃじゃなかった、そんなに。でも収益が悪いのかな。はい。この3月15日決算でめちゃくちゃ落としました。ずっと調子良かったんですけどね。はい。これ、5月23日に配当の日付ありますので、ここ、もしかしたらここ、考え方によって配当 7.1% なので、5月にロングで買うのもありかもしれないですね。6月に支払い日ですね。配当の。はい。なので、ボラティリティは124日で 50% ありますので高いです。下げてます。高いですね。どうしようかな。もうちょっと期間あるのでね、考えたいと思いますね。はい。やっぱっていうか、すいません。これ、あれですね。世界の ETF まで無理ですね。やべで。無理です。中国で終わっちゃいますわ、もう今日。1時ぐらいでもう終わらないと本当にもう皆様のもう眠い方本当に寝てくださいね。はい。僕もなんか、目がしょぼしょぼしてきました。キングソフトですね。いや、キングソフトはね、ちょっとね、裏切られた感が僕はあります。決算ことごとく悪いんですよ。一回ね、いい時ありましたけど、2021年の11月。あとね、なんかね、悪いんですよね。ソフトメーカーですよね、キングソフトって。で、裏切られたじゃないですけど、ボラティリティ見たら121日に対しては 102% 落ちてるんですよ。キングソフトが。これはね、やばいですね。
チャート見てるからには102% も落ちてるように見えないんですけどね、これ。はい。キングソフトはちょっと、しかももう、このチャートがね、もうお山がすごいですね、お山が。はい。ペイパルとかよりも、すごいんじゃないです ?77 でしょ、ここが。77から21ですもんね。3.5 分の1っていうか、4分の1までは言ってないですけど、それぐらいの激しさありますよね。はい。アドビもちょっと変な感じですけど、ソフトメーカーって怖いんですかね。なんか本当に、キングソフトとか、アドビもそうですけど、すごく心配ですね、これ。はい。ちょっとトレードとしてボラが高くて、おすすめできないですね。102% でした。はい。あとこれもね、おすすめできないっていうか、ボラが高い。チャイナガスですね。チャイナガスもう表示もしてないです、僕。だって、なんでガス会社こんなに下がってんの？ほんとわかんないです。天然ガス今過去最高値じゃないですか。もう、ロシアの関係があるのかわからないですけど、ね、コモディティやってる方はね、今、ガス、ちょっと見ますね。今、いくら？ちょっとピークから下げたんですね。6.5 から。でも 6.3 って高いじゃないですか。相変わらず。ね。なのに、このチャイナガスは全然下がりまくっていると。ガス関係ないんですかね、これ。何なんでしょう。ほんとわかんないです。配当出てました。あれ 5. 点、あれ初めて見ました、これ。ちょっと、書いていいですか、これ。あれすいません。俺初めて見たぞ、これ、配当金。配当金 5.5%。ちょっと。あれあったっけ？前なかった気がするんですけどね。情報が入ってきたのかな。エネルギー関係とかって配当金が高いとこ多いですよね。はい。ちょっとこれ入れさせてもらいます。はい。ですが、ショートならしてもいいんですけど、ロングはもうずっと下がってきてるので、ロングできる状態がわからないです。はい。ショートは一応入れてありますけど。で、決算が6月の30日ということです。ブラジル、はいはい。しのめさんお疲れさんです。はい。またよろしくお願いします。お疲れさんでした。はい。昨日の緑のでっかいコンテナ、エバーグリーンって書いた長いトラックを、へー。そうなんですね。何ですかそのブラジルって。どれがブラジルなんですかブラジルってどこなんですかなるほど。エバーグリーンは、はいはい。なるほどね。はい。それじゃあ、あと、もうちょっとで終わるかな？あと2つで終わりです。すいません。あと2つですね。世界の ETF やりたいですけど、ちょっとごめんなさい。もう1時ぐらいで、終わらないとはい。次、もう僕朝方人間になってるので自分で言い訳してるけどほんと。朝調子いいんすよね、やっぱり。もうアメリカの株やっぱりスイングトレードしといて、朝にやった方がいいですね。はい。もう相場、11時半くらい、10時半から、こっちで言うと日本時間で12時ぐらいまで見といて、もう、お休みにした方が体調子いいですね。はい。うん。はい。あと2つ。中国銀行ですね。
中国銀行も同じようにボラティリティが高いと思いきや、こんだけね、赤で丸してありますけど、全然高くなかった。17% でした。指数が、この中国銀行って、いやらしくて、天然ガスと同じように、下が 2.81、上が 3.13 ってすごい細かいじゃないですか。はい。なので、まあ、ボラがそうでもなかった。配当が高いので、ここも7月11日。中国銀行はもうどっかで今高い位置ですので、ショートをしたいんですけど、まあ、ただ、利下げしているのでね、まだ上がっちゃうかもしれないですね。これブレイクするかもしれないですね。まあ、中国銀行はもう過去にこんだけ高い位置があるので、はい。ね。こんな位置もあるので、まだまだ上げる要素はあるかなと思いますけどね。でも配当がすごい魅力なので、下がってきてほしいなと思います。はい。アラートは鳴らしてるんですけど、こんなとこまで落ちてくるかわからないですけどね。2.8 で。はい。はい。では、最後ですけども、シノペックですね。ここの配当、すっごいですよ。もう、14.6% でした。ちょっと僕ね、アメリカの配当で 10% 超えてる、なんだっけ、ETF ありましたよね。QLUD? なんだっけ、あると、まあ中にはこういう配当もあるかもしれないですけど、もうシノペックさんすごすぎですよね。はい。ちょっとこの 14.6 に惹かれて、どっかで買えるタイミングがないかって密かに思っております。シノペックはね。配当がね、5月31日が、日付になってますね。支払い日が6月23日なので、5月のどっかで買いたいなーって思って、いや、どれぐらい配当が来るのかがわからないから、本当にこれ知りたいっす。という、まあ、ちょっと CFD でもう、どんだけこの配当が出るか、実験したいんですね。すいません。はい。それでは、もう今日すいません。こっちでインドネシアとかもセットしたんですけど、もう、火曜日、延期します。で、火曜日、もし、アメリカの株とかがそんなに動きがなかったら、この ETF をちょっと延長してやって、あとは、やっぱ新しい銘柄の、アメリカの株の新しい銘柄について、ちょっと言いますと、多分、サラさんとかも知ってると思うんですけど、新しくね、出たのがね、AMD、まあ、これも有名ですね、半導体の。クアルコム。これも聞いたことありますよね、僕。これ僕あんまり知らないです。アプライトマテリアルズは聞いたことないです。それからね、テキサスインストゥルメンツ。これも知らないです。ラムスリサーチ。これラムリサーチって、ちょっと言い方悪いですけど、出会い系とかのやつですかね。なんか、昔誰だったかな、米国の YouTuber さんでこれ、上がってきてるよってすごい言ってた気がしますけど。まあ、一応この通信系のハイテク銘柄みたいな形になってますね。はい。で、それから、テラダイン。あれテラドックテラダインって、テラダインって聞いたことあるな。あれテラドックとは違うのか。はい。それからスカイワークスソリューションズ。これは有名ですね。これ知ってます。はい。が新しく入った銘柄です。それから、さっきちょっと言いましたけど、株価指数 ETF の方では、米国の半導体 ETF、SOXX っていうのが新しく入りました。あと、ハイレバ商品で先ほど言ったように、
あ、ティッカーなんですか？ティッカーですね。ラムリサーチは、ごめんなさい。LRCX と言います。俺もこれ出せるかな？ LRCX。ラムリサーチ。ごめんなさい。違ってるかもしれないです。半導体銘柄って書いてありますね。でも。そうなのかな？ AI 系じゃないか。で、なんか失礼なこと言っちゃいけないですもんね、これ。ラムリサーチの詳細。そうですね。新しいメーカーに関しては、違うな。やっぱり半導体装置メーカーですね。いかんな、こりゃ。半導体エッチング装置の分野ではトップシェアを誇り、って書いてありますね。はい。そうですね。これちょっと、火曜日、いろいろこうやって、銘柄の詳細も出していきたいなと思います。わからないものもあるので、やっと僕、GM クリック証券の、150銘柄についてはだいたい分かったんですけど、また新しく10銘柄ほど出てきたので、なんだっけ、ど忘れした。出てこんくなっちゃった。アメリカの株やって、ジム・クレーマーさんの番組あれを見てるときに結構いろんなアメリカの個別株でティッカーコード聞いても分かったりするんですけど、でもさすがにその S&P500 の500社は分からないし、200、分かっても200ぐらいかな。ぐらいかもしれないんですけどね、少しずつ銘柄勉強している状況ですね。はい。なので新しい銘柄もここで、一応紹介もしつつ、ティッカーコードも出していきながら、こういう会社みたいですね。はいはい。SOXX 持ってるんですか？っていうか、どんだけ分散投資してるんですか？すごいっすね。SOA、またそうですね。それもちょっと出していきたいなと思います。はい。ということで、火曜日は、いろんな銘柄も、新しい銘柄も出していきたいと思うんですけどね、今日のね、まとめですけど、テクニカルをね、どういうふうに使って、CFD を楽しむか。で、僕の方も、本当僭越ながらっていうか、ロングとショートの目安、スイングトレードとして、チャカチャカやるのは、数字書かないですけど、日足で、こういうふうにね、目安、レジサポライン引いて、数字出してますので、また、何か参考になるようだったら、一緒にレジサポライン引いてもらって、ロングだったらここで止まるかな、ここあたりいいかなとか、ショートだったらここら辺がどうかなっていうのをちょっとぜひね、いじっていただいて、また何か、もし、トレーディングビューでも何でもいいんですけども、僕が書いてる数字と、当然違ってくることもあると思うんですけど、こういうふうに、考えてるんだとか、僕とはここは違うなっていうふうにね、見比べていただいたりとかね、してもいいんじゃないかななんて思っております。トレードはみんなそれぞれトレードルールっていうのできてくると思うし、僕も変化、オシレーター使わなくなったのも使わなくなったっていうか、移動平均線と、こういうボラティリティとかも、自分がいいかなと思って改良してきたとこもありますし、で、決算とかもやっぱりもう見るようになったりとかしたので、本当に楽しんで、全部当たればですけど、全然当たらない時もありますので、とにかく楽しんでね、トレードができる位置、ストレスにならないような位置で、考えてやっていきたいと思っておりますんでね。はい。はい。
それで、そうですね。清水さん、僕ももうこれで終わりますので、ありがとうございました。はい。はい。それでは、次回、火曜日、11時から、やっていきたいと思いますのでね。またよかったらね、遊びに来てください。はい。今日はね、そんなことで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。じゃあ、また失礼します。